はい。ちょっと前の放送で、NO についてなんか先生喋ってくださったんですが、はい。そもそも NO ってさ、NO は、善玉のラジカルですね。善玉のラジカル。ラジカル。ラジカルっていうのが、どう説明したらいい、いわゆる活性酸素的なものなんですけども、その中でも、その酸化の強いものなんですけど、ラジカルっていうふうに言われてるんですね。で、活性酸素だけではないので、ラジカルっていうのは酸化物ではあるんですね。その中でも、特に NO っていうのは善玉なんですね。すべてのラジカルが悪いというものではなくて、いいラジカル。いいラジカル。で、要するに非常に少ないもので、生理的に大きな作用がありますと。で、血管の内皮細胞もしくはリンパ管の内皮細胞から NO が発生してて、これが血管を拡張させる、血管拡張すれば当然血圧は下がりますし、血管広げれば流れも良くなる。そして、プラークっていうんですけども、プラークっていうと僕ら歯医者だとどうしても歯垢を思い浮かべるんですけども、そうじゃなくて、血管内プラークっていうのは脂肪の塊ですね。要するに心筋梗塞なんかとかの原因になる油分のことをプラークっていうんですけど、プラークの除去を促進、除去を促してくれる、促進してくれますね。NO がね。だから心臓病に対しても NO っていうのは非常に期待があるのと、もう一つはこれは国領域になりますけども、鼻の上顎道から NO が出てて、上顎道の中でこれも殺菌してくれます。酸化、いわゆる酸化っていうのは、何も悪いことじゃなくて、例えばイソジンとか消毒薬ってのはほとんど酸化剤なわけですよ。だからばい菌が死んじゃうわけですね。だから殺菌の役割も非常に NO が強いということです。で、リンパ管の方も、絶対リンパ管の内皮細胞からも NO も出てるんだろうなとかいうことは思ってはいたんですけども、ネットで探してもそれ出てこなかったんですけども、いろいろ論文なんか探していったらですね、リンパ管の内皮細胞からも NO が出てるってことが分かったと。で、とにかく20何年前に僕が NO っていう言葉だけにガバッと食いついた。それからヘビ毒っていう血管内皮細胞から NO 出てるのに、実はそれを培養したら逆のものすごい収縮作用がある。ヘビ毒と同じその NO ですね。ヘビ毒と同じNO じゃなくてヘビ毒と同じエンドセリンっていう薬が見つかったと。そのヘビ自体もすごくこれも運命的と言ってもいいんですけども、ヘビ自体もイスラエルに生息するアナヘビのみから出てる毒なんですね。このヘビが後にというか、いわゆるスピリチュアル的なカタカムラとかそういうことにもすごくつながっているということなので、サトシキが描くもの自体がそういった何でもない、何も知識のない自分の中で NO っていう言葉が僕の中ですごく響いたっていうのがすごく面白いなと思ってるんですけども、いつか柳沢正先生に会いに行きたいなとは思ってはいるんですけども、圧倒的だったんで、とにかく彼のなんていうのかな、彼の講演は僕にとって何もわからなかったんだけど圧倒的だったんです。圧倒的な講演だったんですね。もう衝撃を受けたっていう。人生の転機だったぐらい。転機にも当たる。何も変化は起こらなかったんだけど、その NO を聞いて、でも後から考えてみるとあれは圧倒的だったのは何かしらのその啓示に近いっていうのかな。今のスピリチュアルにもつながってて、その今のスピリチュアルももうこれもなんでサトシキっていう話と関係してくるんですけども、そもそも僕が数学や物理に興味があって、その中で一番解き明かしたかったのが相対性理論と量子力学の相違点の疑問だったんですけども、それも
まあリンパケアと全くつながらなかったんですけども、今ここに来て全てなんていうのかな、つながってきたっていう、その僕が解き明かしたかったものが、その今リンパケアとスピリチュアルが結びついたら、なぜかその数学と物理と NO とヘビと数学と物理とヘビと NO がつながったっていうところですよね。ああ、面白いな。そうですね。ヘビもものすごく興味があるんですね。ヤコブソン器官っていうものがこう、人間の口の中にある人がいてですね。ヤコブソン器官って何ですか？ヤコブソン器官っていうのは何かっていうと、ヘビっていうのは、ベロをこうピロピロって出してるんですよね。ピロピロって出してるのは何をやってるかというと、そこに匂いを吸着させてる。で吸着させたものをこのヤコブソン器官からこう吸引してですね、でこれは嗅覚神経とまた別の神経があるんですけども、その神経によって、その外界の状態を把握してるっていう器官なんですけども、その器官自体はまあ人間になると退化してなくなってるんですけども、それがまあたまに残ってる人がいてですね、そのヘビのヤコブソン器官を持ってるちょっと人が若干1名おりまして、知り合いの中で、まあその人も非常にスピリチュアルな人でですね、すごくそこなぜかそのヤコブソン器官にやっぱりその惹かれる部分っていうのは非常にあってですね、なんかそれが全てなんかそのスピリチュアルと量子力学とリンパケアと全てがこう絡み合ってるんじゃないのかなっていうお話ですね。面白い。じゃあ次回はちょっとスピリチュアルについても聞かせてください。はい。ね、ありがとうございました。はい。これでもバーって話して